アドベンチャーキャンプライドをご覧いただきありがとうございます。今年の1月から始めたこのキャンプツーリングチャンネルも6月で約半年6本の動画を作ることができました。動画制作を通じてキャンプツーリングの楽しさや厳しさ、また自然の美しさを再度確認しています。今回は僕の使っている全てのギアを選んだポイントや使ってみてのレビューを含め紹介したいと思います。キャンプツーリングはバイクに荷物を積載するので、積んでいる荷物の量に応じて車体とハンドリングが重くなるので、できるだけ軽量なギアを選ぶようにしています。僕自身 400X を納車してからキャンプツーリングを始めているので、長い経験があるわけでなく、日々パッキングやキャンプギアを考えて研究しています。見ていただき何かアドバイスや共有したいことがあればコメント欄でぜひ教えてください。まずはテントとタープを紹介します。今使っているのはローンライダーの元テント、あとはファーゴワークスの忍者テントと忍者タープのセットになります。ローンライダーの元テントはバイクが入るテントで、僕が調べた時に一番最軽量だったのと、立ち上げもペグ4本で自立するので非常に速い立ち上がりです。収納袋ロールトップで防水性が高く、袋にループが何本もついてて、あと圧縮できるタイプ、警告のマークがついていて、いざとなれば注意勧告板としても使えるという、海外独自のギミックが詰まったテントです。収納方法は未だに分かってないんですけど、多分丸めて収納袋に押し込んで圧縮させるのが正解かなと思ってます。サイズはちょっとさすがにパイオニアケースには入らないので、シートの上か取り付け用のループを使ってサイドステーにも付けられるようになってます。雨の日もバイクがテントの中に入れられると安心してキャンプツーリングができるなってので、このテントを選びました。で、忍者テントと忍者タープ、忍者テント、このテントは収納がちっちゃいのが気に入ってます。で、重さ自体も 1.6kg で軽量なテントです。で、この小ささなのでサイドケースにも余裕で入っちゃいます。で、テント自体もソロキャンプには十分な広さがあって、この収納袋が非常に優秀で巻物型になってるんですけど、この中に全てテント本体、フライシート、あとグランドシート、あとポールで、ここにテントの修理キット、あとペグっていう風に収納ができるようになってます。フライシートが軽量がゆえに薄くシルクのような滑らかな素材なので、1箇所引きずって穴開けちゃったんですけど、このリペアキットを使ってなんとか補修することができました。で、結集も早くて全てこの中に突っ込んで巻物のように丸めて、で締める、丸めて締めて圧縮するだけっていう非常に軽量で優秀なテントです。で、忍者タープ、このタープは小さくて軽量だけど居住スペースが280センチって結構広くて、素材もしっかりしてる素材で安心して建てられます。で、タープ自体に21か所のジョイントポイントがあり、いろんな張り方ができるんで、そこも気に入ってます。一応この忍者テントとセットで使えるように買って、このテント2つ使って連結したりとかもします。このタープ自体も 470g って軽量な部類なので非常に気に入ってます。で、テントに使っているポール、忍者テント用のこのトレッキングのポールを使ってます。もらったものなんですけど、どちらかというと山登りではなく
ャンプでメインで使ってます。で高さは120センチが最長で、ねじってロックする伸縮性のポールになってます。120センチの高さだとロンライダーだと使えないので、主に忍者テントのポールとして使ってます。強度はそこそこアルミなので軽さがあって結構強いですね。いざとなったら山登りもできるように忍者テントとセットでこちらも持ってってます。もう一つがフィールドアのポールです。連結させることによって確実に高さを出すことができるんで、伸縮性だとたまにロックが甘くて下に下がってくることがあるんですけど、これだともう確実に高さを出すことができます。最長180センチにまでなって、ロンライダーもともとポールが入ってるのと同じ高さにまでできます。主にサブポールとしてこちらは使ってます。持ち運びもバンドテープで固定して収納袋にしまうようなスタイルで。次はテーブルになります。テーブルは外のフィールドホッパー2種類使ってます。でまずフィールドホッパーの L、 2つ折りで収納できて軌道が開いてロックしてすぐこのぐらいのサイズのテーブルを展開できるので気に入ってますね。で鉄シューも天板を拭いてロック外してそのまま2つ折りで袋に突っ込むだけなので撤収もかなり早いです。でアルミの天板なのでフライパンとかそのまんま上に置いてもテーブルを傷めることなく使えます。でそれプラス使ってるのがフィールドホッパーです。こちらも同様で開くだけのテーブルです。キャンプでもバーナーのスタンドに使ったりとかもしてますけど、主に今ツーリングとかちょっと荷物を軽量で行かないといけないような時はこっちのフィールドホッパーの使うようにします。この2つ並べるとそこそこなテーブルを展開できるので設営と撤収のスピードも速いので気に入ってます。今後欲しいテーブルはやっぱり開いてすぐ展開できる分足が短いんで高さのあるテーブルも買おうかなっていうふうに検討してます。で収納サイズは薄いんで何か後ろに積んでステーに使ったりとかっていうのも全然できるサイズのテーブルです。次は使っているチェアを紹介します。使うテントの高さに応じて椅子を選ぶようにしています。忍者テントの時はこのヘリノックスのグランドチェアを使ってました。座面が低いんですけど収納サイズが普通のチェアと比べるとコンパクトに収納できます。で色もゴールドのフレームにグレーの座面で忍者テントとのカラーリングがマッチして使えます。ただちょっと高さが低い分腰が痛くなるので最近は高さのあるテントをメインで使ってます。座面が薄いグレーなんで結構汚れやすくて僕の場合2回お風呂場で洗濯してます。これとフィールドホップでツーリングに持ってってラーメン食べたりとかやってます。もう一つのチェアがフィールドアのチェアを使ってます。選んだポイントはやっぱり単色系が多い中でこの木目調の側が非常に気に入ったのと座面も高いので座り心地もいいです。ただ僕の場合チェアのここ座面のトップに鉄の棒が入ってたんですけどサイドケースに収納できないので座面に入っていた鉄の棒を抜いちゃってます。椅子自体の耐荷重が減ってるので壊れやすくはなってるんですけど収納することをメインでサイドケースには入るサイズになってます。で次がハンガーです。
ミニマルワークスのインディアンハンガーの S サイズを使ってます。最近だとダイソーからもアウトドアハンガーが出てるんですけど、ダイソーとかインディアンハンガーの M サイズも収納サイズが大きいので、僕は S サイズが一番使い勝手がいいです。ただこのフックはダイソーのものを使ってます。キャンプやるとクッキングギアだったりとか散乱する状態になるので、このハンガー使ってまとめてかけれるようにもしてます。非常にコンパクトなサイズで使えるハンガーなんで気に入ってます。S サイズぐらいのサイズがあれば、だいたいソロキャンプだと1人用のクッキングギアとかは全てかけられるような感じで使えます。袋もパーゴワークス独自の伸縮性のある袋なんで、ハンガーの服と一緒に入れちゃっても全然目立たず収納できちゃってます。ペグは20センチのチタン製のものを使ってます。大きいタープ貼るわけじゃなくて、僕の場合テントとちっちゃいタープっていうのがメインなので全然事足りてしまいます。過去鋼鉄の長いペグだったりとかアルミのペグも使ってたんですけど、アルミのペグは砂利のサイトとかだとすぐ曲がっちゃう強度がないのと、鋼鉄のペグは強度はあるんですけどまとまるとかなりの重さになるんで、このチタンの軽い強度のある20センチのペグが一番メインで使っているものになります。ソロキャンプ20センチあれば大体事足りるんで、チタンで20センチのペグは僕はおすすめです。で次はエアマットを紹介します。でまずこちらフィールドアのウルトラライトエアマットで、選んだポイントとして軽量のエアマットを探してて、6センチの厚みがあって収納サイズが一番ちっちゃかったのがこのエアマットです。枕がないんですけど、僕は脱いだ服とかジャケットとかをそのまま枕にしちゃってて寝てます。寝心地はまあまあいい方です。地面よりは6センチあれば硬いところはあるけど全然寝れるかなって範囲です。デメリット挙げるとしたら、収納袋がちっちゃいんでちゃんと綺麗に畳まないと中に入らないっていうのが唯一のデメリットですね。ちっちゃいエアマットなんで軽量なキャンプの時に使ってます。でもう一つがライトスピードのエアマットを使ってます。でローンライダーにテントが変わってパニアケースの収納に余裕ができたので、厚めのエアマットを持ってこうっていうので、このライトスピードのエアマットを持っていくようにしてました。で枕がついてて9センチの厚みがあるので寝心地はとても快適です。枕部分にポンプがあって、ポンプを押すと簡単に膨らませることができます。枕付きのエアマットの中でこれもちっちゃい方だと思っています。寝心地が非常にいいです。収納袋も余裕があるので多少エアが入っちゃっても余裕を持って撤収できちゃいます。こちらもおすすめのエアマットになります。次が寝袋の紹介です。寝袋はナンガのダウンバック350ロングタイプニッチリッチキャッチの別注モデルを使ってます。別注モデルなのでナンガのロゴがブラックになってます。快適使用温度が0度で、限界使用温度がマイナス5度で、寒い時はこれ1枚で挑むと結構寒いんで、このアルミのシュラフカバーを使って保温性を上げてます。この2つの組み合わせを使ってマイナス7度ぐらいまでは快適に眠ることができてます。また防水の寝袋カバーなんで寒い時期に発生する寝袋の結露対策にも使えます。次がバーナー類を紹介します。スノーピークのナギとギガパワーマイクロマックスウルトラライトを使ってます。スノーピークのナギは風防が一体型で組み立てが若干めんどくさいんですけど火力が安定するのと寒い時期でも使えるので助かってます。これが五徳で、これがバーナー部分、あとこれは純正のスターターで、まず五徳作っ
で、あとバーナーを広げてセットする。広さもここで20センチあるんで、割とソロキャンプ用の鍋とか普通に置ける形です。冬にアウトドアで鍋を楽しみたいっていうのもあって、このナギのバーナーを選びました。いろんなバーナー出てるけど、やっぱり風に負けないっていうのが一番の強みです。で、次はギガパワーマイクロマックスウルトラライト。ちょっと言いづらいですけど、かなり小さいです。世界最軽量 58g。これは主にツーリングとかナギを使わない夏のキャンプとかでメインで持ってってます。使い方は取っ手を出して、で五徳を広げる。そこからさらに羽を伸ばしていくと。でチタンで軽くて2800カロリーで火力も高い方のバーナーです。こんな感じでツーリングとかでちょっとしたお湯が欲しい時とかさっと組み立てて、でこんな感じでお湯を沸かしたりとかっていうのも気軽にできるバーナーです。ケシュも外して同じようにしまうだけなんで、ちっちゃくて軽量なバーナーですね。次がクッキングアイテムを紹介します。スノーピークのチタントレック、サイズは900と700を持ってます。こっちが900、これが700になります。ソロキャンプだとどっちかがあれば足りるんで、2つ持っていくことはまずないんですけど、一応こんな形でスタッキングできるようになってます。で、700は蓋に湯切り口がついてて、このままパスタのお湯を切ったりとかっていうのが使えます。で、900はちっちゃいフライパンになる蓋がついてます。お湯を多く欲しい時は900でいって、お湯が少量で足りそうな時は700を使ってます。蓋がこんな形でかけられるようにできてます。チタン製なのでこちらも軽いですね。900が重量が 175g、700の方が 136g。冬場とかはこんな形でお湯を沸かしたりで、ツーリングの時はこんな形でお湯を沸かしてます。ガス管もそのまま700にスポット入るサイズでできてます。どちらもかなり軽量化されてて使い勝手はいいと思います。次はスノーピークの野猿クッカー1000を紹介します。一応野猿クッカーの1500も持ってるんですよ。1500も持っているけどメインで使ってるのがこちらの野猿クッカー1000になります。まず野猿バーナーシリーズのナギと相性が良くて、こんな形で軽いラーメンを作ったりとか、フライパンとは別に蓋がついてるんで料理をするのは使えます。で、中はコーティングされててちゃんとメモリがついてます。で、コーティングがスノーピークのアイテム高いんですけど、やっぱりアフターフォローがしっかりしてるんで、このコーティングフライパンの部分も剥げてて、一回修理に出した時にこれは修理できないからと替えの新しいフライパンを2000円で売ってもらいました。なのでこのフライパンは結構ハゲハゲになるまで使っちゃおうかなって感じです。で、軽い一人鍋とかをするにはこのセットで十分で、付属の取っ手がついてて挟んで締めるって感じで固定できます。で、ソロキャンプの時はこっちで、誰かと大人数で行く時は1500を使って、これだと3人前ぐらいできるんでフライパンのサイズも大きくなってます。今のところメインで使ってるのはこっちの1000のタイプをメインで使ってます。もう1個使ってるのがスノーピークのケトルナンバーワン。これもツーリングメインで使ってて、ケトルの中だと上からも引っ掛けられて取っ手もついてて、で蓋があって使い勝手はいいです。で、こう畳めばちっちゃくなるんで、ツーリングの時は中にガス管入れてバーナーを入れてっていう形で、持ち運びできるようになってます。蓋若干閉まんないですけどスタッキングも一応可能になってます。で、あとはメスティンですね。これダイソーのものでかなり安くて、コーティングメスティンが1000円でした。で、あとこの
スタンド、空合も100円だったので、この中で給水させといて、蓋閉めて空合をつけるっていう形で固形燃料で簡単に炊飯ができます。いや、今までメスティンがなかった時はこういうクッカーで炊飯してたんですけど、全然メスティンが楽ですね。中もコーティングなんで焦げ付きとかもなくて、そのまんま炊飯器のようにご飯を取れるんで、洗う手間暇もかなり少ないです。ここからは焚き火調理で使うギアを紹介します。一応ガスの調理と焚き火調理で、ステンレス素材だったりとかチタン素材を焚き火で調理するとすすで汚れて真っ黒になっちゃうんで、自分は焚き火は焚き火で鉄製のもので料理するようにしてます。で、まずこれがキャプテンスタックの鉄のフライパン、広さが20センチあって使い勝手はいいです。鉄なんで焚き火の中に長時間置いといても大丈夫ですし、いろんな料理に対応してるんで、このキャプテンスタックの鉄のフライパンはよくキャンプに持ってってます。で、次がユニフレームの中華鍋。結構小さいかなって最初思ったんですけど、一人前の中華を作るぐらいだったらこの中華鍋で全然いけちゃいます。中華鍋に合わせて、これもユニフレームの金属製のお玉なんですけど、こんな形で焚き火で鍋振ったりとかっていうのを楽しんでます。で、これがクラウドファンディングで買った遊びとさんの鉄製のフライパンと鉄板で、これも焚き火の中に入れて、鉄板が蓋になるんで上に炭を置いて上と下から火力をかけることも可能です。この四角いサイズが結構スタッキングしやすくて気に入ってます。で、鉄板はちっちゃいんですけど厚みがあって熱伝導がいいんで、焼肉とか綺麗に美味しく焼けます。普段は重ねてスタッキングして持ち歩いています。次にクーラーボックスを紹介します。クーラーはタイドパニアに入れれるものを使ってます。で、今だと冷蔵物が多いので容量が大きいリベレイラーズのクーラーボックスを使ってます。ここに氷の入るスペースが、中もそこそこ容量があるんで多めに持ち運べます。で、サイドケースにリベレイラーズのサイドパニアには入れられる大きさのものを選んでます。冬場は冷蔵するものがそんなに少ないので、このちっちゃいタイプのソフトクーラーを使ってます。いいところとして、蓋を閉めた状態で上から物が取れるので、これは使い勝手がかなりいいです。どちらも入るような感じで使ってます。この間にガーを入れたりとかメスティン入れたりとかっていう風にしてます。で、やっぱりこの帯のパニア自体が厚みがあってクーラーボックスとしても使えるんで、ここにさらにソフトクーラーを入れることによって保冷力を上げてます。夏のツーリングとかソフトクーラーを入れておくと止まった時に結構キンキンなドリンクが飲めたりとかっていうのもメリットの一つです。その他クッキングギアを紹介します。で、メインで使ってるまな板がスノーピークのマイプレートで、大きさもちょうどよくて肉汁が流れる溝がついてるのと引っ掛けられる穴があるんでアウトドアハンガーにぶら下げておける。作ったタレなんかをここに入れてお刺身とかでも使えるようになってます。木製で大きさもちょうどいいんで使い込んで味が出てきています。おしゃれで使ってますね。で、ナイフが2個でオピネルと、でこれがベアボーンズのナイフ。ベアボーンズのナイフは缶切りだったりとか栓抜き、あと瓶の蓋を開けるものとかもついてて、切るものによって割としっかり手にマッチさせたいなって時はこっちのベアボーンズで、ナイフ感覚で使いたいっていう時はこのオピネルを使ってます。お箸類、カトマンズ、オーストラリアのブランドで、ここにダイソーで買った折りたたみのお箸を一緒にセットで入れちゃってます。折りたためてこの収納袋にもちゃんと入れれるっていう形です。カトマンズのカトラリーギア、やっぱ海外ものなんでフォークの逆側が銀の栓抜きになってます。スプーンが今壊れちゃってるんで曲がっちゃいけない方に曲がるんで、スプーンはまた別で
何か探そうかなと思ってます。でこれがナイフ。このカットマンズのカトラリーは誰とも被らないんで気に入ってます。ボトルはハイドラパックの折りたためるタイプを使ってます。容量は1リットル入るものになります。でハイドラパックの他に一応ナルゲンとスタンレーのボトルも持ってるんですけど、折りたためるっていう利点が大きいので、今はハイドラパックのものがメインのボトルとして使ってます。折りたたむとここまでちっちゃくなるんで、このボトルはかなりおすすめです。アルコールストーブはスノーピークの高塩を使ってます。火力は中華鍋を振れるぐらいあるんで結構強いです。ここに蓋を入れると火力が弱く使えて、鍋とかやってても吹きこぼれないようには一応できてます。で火を消すときは蓋を乗せてっていうので、専用のピンセットがセットでついてました。でこれが専用の五徳。五徳も割としっかりしてて、上に鉄製のアイテムを乗せて焼肉とかも全然できちゃうぐらいの強度はあります。冬とかガスが弱くなる時期が多いんで、やっぱりそういう時にアルコール燃料は使えるんじゃないかなと思って買ってみました。でアルコールを持ち運んでるのは、これはワイルドワンで買った燃料ボトルで、だいたい満タンで1回分ぐらいの燃料を持ち運びができます。ただこれだとちょっと足りないかなと思ったので、こちらのトランギアの燃料ボトルも買いました。これはまだキャンプに持ってってないんですけど、3倍ぐらいは入りそうな容量かと思います。ロックもしっかりしてるんで、収納してる時に漏れちゃうっていう心配は少ないかなっていう感じです。次は焚き火アイテムを紹介します。で焚き火台は今2種類使ってて、ピコグリルとドラゴンハウスの火台を使ってます。ピコグリルは398タイプを使っていて、やっぱりこの軽量さが強いです。使い込んで味が出てきています。で五徳を広げてここにはめ込むだけなんで、横でじっくり薪を燃やしたいなっていう時はピコグリルで、付属の串も2つあるんで、串つけてここにフライパンを置いてっていう使い方をしてます。もう一つがドラゴンハウスの焚き火台で、こっちはロケット型なんで薪の燃焼効率が高くて、でチタンなんで重さも結構軽いです。こっちには小枝とかを入れれるような穴があって縦型なんで、火力が欲しい時とかはこっちを使ってます。付属品の棒を中に差し込むとアルコールストーブ用の五徳としても使えたりします。他火吹き棒は全キャンプスさんのものを使ってて、焚き火で 2,3 回使って真鍮の素材を使ってるんで味が出てきてます。で吹き口も広くてピンポイントで使えます。で収納サイズはここの真ん中の真鍮部分で切り離せるんで、このまま収納袋に入れればちっちゃく折りたためできます。焚き火シートも全キャンプスさんのものを使ってて、この付属のケースがあるんで汚れた状態で込んでも綺麗に持ち帰りができます。で広さもそこそこあって、このぐらいの焚き火台であれば全然十分ですし、ピコグリルを置いても地面が守られるような大きさです。素材もチクチクしない滑らかなものでいいなって思います。ペグが打てるようにハトメも4箇所ついてます。これともう一つ全キャンプスさんの圧縮キャリ、燃えかすを安全に持ち帰れるようにする火消し袋ですね。いい点がまくって自立するので、この状態で焚き火の燃えかすだったりとかを入れて閉めて、丸めて圧縮沈下させて、この状態で持ち帰ります。でカラビナついてるんでバイクにかけたりとかっていうのもできて、これも気に入ってます。でちなみに焚き火用の手袋なんですけど、ワークマンの199円のオイル加工の牛
手袋使ってるんですけど、手袋高いものとか結構いろいろ出てるんですけど、全然この手袋で全てを事足りちゃってます。199円でこのレザーグローブが買えるのはやっぱりワークマンのコストパフォーマンスが素晴らしいです。この手袋あれば高い手袋を買わなくていいかなって感じです。で汚れまくっちゃったら買い替えても安いんで、この手袋は常に使ってます。次がノコギリオピネルのもので、ここをロックして使えるものになります。キャンプ場行って薪を拾ってきてサイズを調整するときに便利で、収納もちっちゃくなるんで、このノコギリは持っていくようにしてます。他だと一応ハスクバーナーのモーラナイフを持ってるんですけど、やっぱり薪のサイズをちっちゃくできるっていうのが結構便利で、ノコギリをキャンプツーリングには持っていくようにしてます。ランタンは全部 LED のものを使ってます。まずベアボーンズスティックスストリングス LED ライト、下のレバーを回すと光の強さが調整できて、でこっちにもついてるんで懐中電灯にもできるよっていうものです。で隠しモードで下のレバーを右左右左右左右っていうと揺らぎモードに設定することができるんで、キャンプ中は常にこの揺らぎモードとしてテーブル照明として使ってます。でこちらはベアボーンズのエジソンストリングスライト、グレーとブロンズの2色持ってて、忍者テントの時はグレーで、ローンライダーで行く時はこっちのブロンズを使うようにしています。これは電池式なんで、充電を忘れた時とかも電池買えばつけられるものになってます。明るさが2段階で調整できるようになってます。サイトに吊るしておくと雰囲気出た明かりになるんで気に入ってるアイテムです。他メインで使ってるメイン照明、U ジャックのランタンになります。これはかなり優秀でポータブルバッテリーとしても使えて、明るさも調光と白電色、エスケープの赤色も出せるんで、メインランタンとしては十分かなと思って使ってます。ぶら下げられるようにフックがついてるのと、で磁石がついてるんで鉄製のものだったり一応こんな形でくっつくようにも使えます。他だとルーメナーを、こっちが2で1万アンペアのもの、ルーメナープラス2万アンペアあるものを、これはランタンとしてではなくてどちらかというとポータブルバッテリーとして持っていくことが多いです。緊急時はランタンとして使えるよっていうような、明るさも両方マックスで1000ルーメンを超えてくるんで、緊急用の照明としても使えます。でどちらも色を3パターンで変えられるものになります。でケースには携帯の充電器と、あとその他バッテリーにも給電できるようなケーブルが入ってます。で他小型のランタンだとゴールドゼロとクレイモアのヘッドライトにもなるライトを持ってってます。でゴールドゼロは軽量なんで常にこれは充電した状態でバイクに入れてます。ナイトツーリングとか行くと暗いんでケースの中照らしたりとかするのに非常に便利で、クレイモアの照明はキャンプでかぶってる帽子にこんな形で取り付けてヘッドライトとしても使えるようなで、長押しするとそこそこの明るさが出るんで、これも常に持ってってます。以上が今使っているキャンプツーリングのギアになります。今後も 400X でいろんなとこをキャンプツーリング行こうと思ってます。また動画もどんどん進化させていくので、アップしたらぜひご視聴よろしくお願いします。それでは次のライブで会いましょう。